さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、周りがパリッとして中はとろっとしたお店レベルの、トリュフですね。こちらをご紹介したいと思います。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。ミルクチョコレートと、あとココアですね。で、上が生クリームです。で、小さい方のこれミルクチョコレートなんですけど、これはコーティングに使っていきたいと思います。はい、じゃあこれチョコレートにですね、生クリーム、これを全部注いじゃいます。で、まだ全然溶けてないんですけど、ラップを必ずしてください。ラップをして、600ワットのレンジで30秒を何回かに分けて、チョコレートを完全に溶かしてください。ちょっとやっていきます。はい、今ちょっと温めた状態ですね。まだね、すっごい熱いというよりかは、一回こう軽く沸いてる状態です。で、ゴムベラで混ぜていきたいと思います。で、もしまだ全然これ溶けてないわってなったら、もう一度レンジで温めてもらえたらいいので、温めてください。で、泡立て器じゃなくてゴムベラ使ってるのは別に空気を含ませたいわけじゃないんで、これただ溶かして混ぜたいだけなんで、今ちょっとずつ混ぜてます。これちょっと、この辺とかってまだ分離してるんですよね。分離しちゃった状態だと口どけが悪いです。なのでまだちょっと混ぜてほしいんですけど、指定してるチョコレートと生クリームでやってもらえれば分離することは絶対ないので、温めてこうやって混ぜてください。ちょっとなんだろう、こうマヨネーズっていうか、今ね、乳化っていうのは水と油が混ざった状態なんですけど、これ分離しないでこう、綺麗にツヤツヤっとした状態。こうやってしっかり混ざれば、これをあとはバットにちょっと流していきます。はい、さっき混ぜたチョコレートを、こういったバットに広げて一回固めます。で、固めた後にこう切って丸めるっていう作業をやっていきたいと思います。なのでまず、一旦このチョコレートを流して固めちゃいます。これ別に綺麗な平らとかになってなくてもいいので、ただ平らな方が均等に冷えていくので、なるべく平らにしてください。でもそんな全然気にしなくて、こういうのが残ってても全然大丈夫です。で、この上にも乾かないようにラップをして、冷蔵庫で完全に固まるまで冷やしてください。はい、これ固まったやつですね。今、ちゃんと固まってます。で、ラップをまず剥がして、で、ちゃんと固まってるとラップ何もつかずに綺麗に剥がれるんで、ラップが入らないように気をつけてください。で、材料のココアですね。これをちょっとこう表面に振ってあげます。で皆さんこれをもう切ったらそのままミルクチョコの生チョコになるんで、それでも終わりでもいいんですけど、これ振ったのは、これこの後ひっくり返すんですね。で、ひっくり返して、まな板にチョコがつかないようにココア振ってます。でこれラップちょっと入らないように広げてあげて、ひっくり返す。でラップを剥がして、こんな状態です。で、ここにもココアを振ります。はい、この後これちょっと包丁で切っていくんですけど、この切るサイズは、皆さんが作りたい、例えばこの四角に切ったら、それを丸めるんで、皆さんが作りたいサイズに、切ってください。普通に包丁で、ね、ちょっと大きめに切った方がいいと思います。で、包丁できればこう一回一回拭いて、もう大体でいいと思うんで。はい、これ切り終わったので、一回この状態で冷蔵庫でもう一回完全に冷やします。はい、生チョコ冷やしてる間にですね、この残りのコーティング用のミルクチョコレートなんですけど、600ワットのレンジで30秒を何回かにかけて溶かしてください。それを使っていきます。
はい、じゃあこの冷やしといたこのチョコレートですね。これを丸めていくんですけど、バットじゃなくてお皿でも何でもいいです。ここにラップをして、ココアを振ります。これくっつかないために一応また振っとくっていうだけです。で、一応ゴム手袋、これ何でも大丈夫です。僕手あったかいんで一応つけます。で、冷やしといたやつ、これを、なんかこう粘土遊びみたいに、こうやってコロコロして、これがトリュフの真ん中。これを置いとくだけ。で、ちょっと手にココアがついてた方があんま手につかないんで、こうやってココアはついてた方がいいです。またこれを、丸い形に。もうすぐ丸くなります。でこういう切れ端のやつとか食べちゃってもいいんだけど、ちょっとサイズがちっちゃそうなやつと合わせて、まあ、細かくやるんだったらグラム測ってもいいんだけど、こうやって丸めてってください。はい、これでちょっと一回冷蔵庫で冷やし固めます。はい、これレンジで溶かしたチョコなんですけど、まだもう全然完全に溶けてない。指押すと溶けてる感じです。もうこんなんでいいです。ちょっと溶けてれば。で、冷やしといた、これ丸めたやつなんですけど、もうね、このまんまでココア振って完成でも、もう全然美味しいんですよ。めちゃくちゃこれトロッとしてるんで。なんですけど、このチョコレートで、こう周りをコーティングしてあげる。こうやって手につけて、こうやって薄くコーティングしてあげるんですね。で、これを、3回できれば、まだね、すごい薄いんですけど、薄くコーティングして固めてっていうのを3回繰り返すと、周りがね、パキッとして、中がすごいトロッとするので、これすごいおすすめです。これをちょっとやっていきたいと思います。手につけて、こうやってコロコロするだけで、薄くチョコレートかかるんで。で、なんで3回やるかっていうと、多分ね、1回だと綺麗にかからないんですよ、全体に。なので、3回薄くかけてあげるとめちゃくちゃパリッとして美味しいんで、やってください。で、これミルクチョコレートなんですけど、今日は材料を少なくするんで、ミルクでやってます。これがホワイトでも、ビターでも、何でも同じやり方で大丈夫です。はい、これ1回目終了ですね。1回これまた冷蔵庫に入れて固めて、で、これ同じ作業を3回繰り返したいと思います。はい、じゃあ最後の3回目のコーティングなんですけど、こっちの揚げる方に先に、こうやってココアをちょっとまぶしといてください。少し多めに。そうすると、ココアをまぶして置いてあげた時に、周りにココアがしっかりついてくれるんで、そうやってやっていきます。で、このココアが粉糖とかいちごのパウダーとかもアレンジができるんで、それは好きにやってみてください。じゃあちょっとやっていきます。やり方一緒で、コーティングして置いていきます。で、3つか4つぐらい全部やっちゃうとこっち完全に固まっちゃうので、3つか4つぐらいやった時に少しコロコロ転がしてココアをコーティング、この状態でそしてココアをまぶしてあげてください。もちろんこれで振っても大丈夫です。で、余分なものをこうやって落としておいてあげると綺麗にコーティングされるので、それで全部仕上げていってください。はい、これパリッとしたチョコレートのコーティングが終わったんですけど、これ最後一番大事な工程があって、これね、このまま食べるともうココアがいっぱいついてボコボコしちゃうんですよ。なので、さっき使ってた網ですね、これに入れてあげて、こうやってコロコロしてあげると余分なココアが落ちていきます。かつ丸くなってくる、綺麗な。これが周りがパリッとして中がトロッとしたトリュフの完成です。ココアがいっぱいついてると本当にボコボコしちゃうんで絶対やってください。
さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、出来たて食べてみたいと思います。めちゃくちゃいい感じですよ。めちゃくちゃ美味しいんですけど、ポイントのおさらいですね。これ、手でこうやってやったじゃないですか。でその後にミルクチョコレートを3回、薄く3回コーティングするっていうのはこれめちゃくちゃポイントです。その薄くコーティングすることによってパリッとするんで、じゃあ1回分厚くじゃダメなのかっていうとダメなんですよ。薄い層を重ねるからパリッとするんで、これ絶対やってください。他のね、こう、一切コーティングしないやつはただの生チョコになっちゃうんで、コーティングするのがおすすめです。必ず皆さんできるのでやってみてください。ミルクチョコじゃなくて、ホワイトでもビターでもその好みに合わせて変更もできるので、ぜひ試してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。また皆さんに会えるのを楽しみにしておりますが、コメント、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。